みんな、動画のナビゲーター、ずんだもんなのだ。今日はね、北欧の美しい国、フィンランドについてお届けするのだ。実はね、フィンランドって国民性も穏やかで自然を愛するイメージがあるけど、意外な一面もあるのだ。なんと、人口あたりのヘビメタルバンドの数が世界で一番多い国なのだ。びっくりなのだ。そんな魅力いっぱいのフィンランドから、今日は全部で5つのニュースをピックアップしてきたのだ。中でも特に注目なのが3つ目のニュースなのだ。農家と退役軍人、フィンランドの大学に300万ユーロを遺贈という、とっても心温まる記事なのだ。なんと東フィンランド大学にこれまでで一番大きな300万ユーロ以上もの大金が寄付されたって話なのだよ。未来の科学と教育を応援する素晴らしい気持ちが形になったニュースなのだ。この動画が面白いって思ったら、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくなのだ。それじゃあ、今日も一緒にフィンランドの最新情報を見ていくのだ。皆さん、こんにちはなのだ。今日は北欧の神秘的な国、フィンランドをご紹介するのだ。フィンランドは、たくさんの湖と深い森に囲まれた自然豊かな国なのだ。首都はバルト海に面した美しい都市、ヘルシンキなのだ。北欧に位置しているから、冬には幻想的なオーロラが見られることもあるし、夏は白夜で夜でも明るいのだ。歴史的にはスウェーデンやロシアの支配を受けた時代もあったけれど、1917年に独立を果たしたのだ。現在は国民の幸福を第一に考える福祉国家で、議会制民主主義がしっかり根付いているのだ。最近では NATO にも加盟して国際的な役割も担っているのだよ。人口はおよそ550万人と、とても少ない国なのだ。でも、その小さな国からは、世界をリードする素晴らしい文化や技術が生まれているのだ。例えば、サウナはフィンランド人の生活に欠かせない文化で、国民一人につき一つのサウナがあると言われるほどなのだ。そして、教育レベルが非常に高く、未来を担う子どもたちの育成に力を入れているのだ。主要産業としては、豊かな森林資源を生かした林業や紙パルプ産業が昔から盛んなのだ。それに加えて、近年では情報通信技術、特にゲーム産業やスタートアップ企業が世界的に注目されているのだ。皆さんご存知の有名なゲームもフィンランド生まれだったりするのだよ。デザインもシンプルで機能的なものが多く、生活に溶け込んでいるのだ。そしてフィンランドといえば何といっても世界幸福度ランキングで何度もトップに輝いていることなのだ。これは豊かな自然と社会の安定、そして国民の SISU、シスと呼ばれる不屈の精神が支えているのかもしれないのだ。デジタル化の推進や新しいテクノロジーを活用したウェルビーイングへの取り組みも現在のフィンランドで注目されているトピックなのだ。自然と共生し、穏やかで質の高い暮らしを送るフィンランド。一度は訪れてみたい、そんな魅力あふれる国なのだよ。一つ目のニュースなのだ。ヘルシンキ、世界初の犬向け観光ルートを公開という記事なのだ。ヘルシンキで世界初の犬のための観光ルート、ドギー、ルートとハピネスが発表されたのだ。週末に開催されて、なんと1000匹以上のワンちゃんが参加したのだ。犬と飼い主さんが一緒に楽しめるように特別に作られたルートなのだ。一番の見どころはスキテリウス記念碑なのだ。これは地元の保護犬ネリスくんが木の棒を集めて作った有名なシベリウス記念碑のレプリカなのだ。本物の4分の1の大きさだけどすごく人気で、ずっと置いてほしいという声もあるらしいのだ。他にも犬用のパップアップカフェがあったり、カフェドガッタという人気のカフェの隣にも立ち寄れたりしたのだ。そしていつでも行ける永続的なスポットとしてラヤサーリ島があるのだ。ここは24時間利用できる犬専用の公園で、森の小道やビーチ、泳ぎ場まであるのだ。フィンランドの大統領や首相の家からも近い場所にあるのだ。ヘルシンキ、
パートナーズの担当者さんによると、このプロジェクトは都市の生活で大切なペットの役割を祝うために作られたのだって。ペットは幸せを増やしてくれるのだ。だから犬と飼い主さんが一緒に楽しめる街の人気スポットを提供したかったのだと話しているのだ。ヘルシンキには約4万匹の犬が住んでいて、90カ所以上も犬専用の公園があるのだ。他にも犬用のビーチや広い森もあるのだ。ほとんどのお店やカフェ、レストランで犬と一緒に入れて、公共交通機関も無料で乗れちゃうのだ。すごいのだ。このドギー、ルートとハピネスは、ヘルシンキが人間も犬もみんなが質の高い生活を楽しめるような居心地の良い場所を目指していることを示しているのだ。とっても素敵な取り組みなのだ。2つ目のニュースなのだ。フィンランド第2四半期対米輸出 10% 減、輸入増加という記事なのだ。フィンランドの2025年第2四半期、つまり4月から6月までのアメリカへの輸出は2024年の同じ期間と比べて 10% も減っちゃったのだ。輸出額は約32億ユーロだったのだ。でもアメリカからの輸入は逆に 7% 増えて17億ユーロになったのだ。これはフィンランド統計局の速報値なのだ。フィンランド統計局のチーフアクチュアリーカリン・ルオマさんによると、ドナルド・トランプ大統領が4月に始めた関税の話はこの春の貿易にはそんなに大きな影響はなかったみたいなのだ。トランプ大統領は EU 製品に 20% の関税をかけるって言ってたから、フィンランドの経済に悪い影響が出るんじゃないかって心配されてたのだ。でも先月 EU とアメリカは EU のほとんどの製品に 15% の関税をかけることで合意したのだ。ちなみに2024年全体のフィンランドからアメリカへの輸出は約70億ユーロで、2023年からは 18% も減っていたのだ。3つ目のニュースなのだ。農家と退役軍人、フィンランドの大学に300万ユーロを遺贈という記事なのだ。なんと東フィンランド大学にとっても素敵なニュースが届いたのだ。ラピンラハティに住んでいた農家さんで、戦争の経験もあるマルッティ・ミエッティネンさんという方から、これまでの大学の歴史で一番大きい300万ユーロ以上もの大金が寄付されたのだ。すごいのだ。ミエッティネンさんは今年100歳を超えてから亡くなったそうだけど、彼の遺言でマルッティ・ミエッティネン基金というものが作られたのだ。この基金はミエッティネンさんが長年コツコツと続けてきた株式投資で貯めたお金が元になっているのだって。そして基金の運用で得られた利益は大学のクオキオキャンパスで行われる科学の研究や学生さんたちへの大切な教育のために使われるのだ。ミエッティネンさんはこの基金がこれからもずっと成長し続けてたくさんの役に立つことを願っていたのだ。大学の法務部長さんデトリ・リンタマキさんが言うには、みんなが科学や大学での教育をとっても大切だと思ってくれるからこそ、こんなに大きな寄付をしてくれるのは本当に感謝でいっぱいのことなのだって。それから国からの大学への予算が減っちゃうかもしれない今の状況で、リンタマキさんは個人からの寄付は私たちにとって本当にとっても大切なのですって言っていたのだ。マルッティ・ミエッティネンさんの未来の科学と教育を応援する優しい気持ちがこうして形になったのだね。本当に素晴らしいことなのだ。4つ目のニュースなのだ。EU 最低賃金引き上げ、住宅費高騰で恩恵薄まるという記事なのだ。EU の最低賃金が2025年に上がったのに、みんなの生活が楽にならない問題があるのだ。ユーロファウンドの新しいデータによると、最低賃金はほとんどの国でインフレ以上に伸びて、特に中東欧では大幅に増えたのだ。これは過去に10年間続く傾向で、最低賃金が平均賃金よりも早く伸びているのだ。さらに EU の最低賃金指令の影響で
賃金を中央値や平均賃金と連動させる国も増えているのだ。でも、一番の問題は住宅費なのだ。最低賃金で働く人は、手取りの約 34.8% も住宅費に使っているのだ。収入が多い人は 26.2% だから、この差は大きいのだ。特に16歳から34歳の若い人たちを見ると、最低賃金で働く人の約半分が親と同居しているのだ。これは、賃金が良い人たちの 29.1% と比べると、かなり高い割合なのだ。ユーロファウンドは、最低賃金が上がっても、多くの若者が自立した生活を送るのは難しいと警告しているのだ。だから、賃金を決めるときには、住宅費をもっと真剣に考えるべきだと提案しているのだ。それに、手取りの金額は税金や社会保障制度にも大きく影響されるのだ。国によって税率も全然違うのだ。ユーロファウンドは、最低賃金で働く人たちがちゃんと自立して、まともな生活を送れるようにするには、公平な税金制度や社会保障給付へのアクセス改善など、賃金だけじゃない他の政策も必要だと結論付けているのだ。これは、EU 全体で取り組むべき大切な課題なのだ。5つ目のニュースなのだ。ロンドン警視庁、パレスチナ、アクション禁止抗議デモで500人以上逮捕という記事なのだ。ロンドンで、英国政府がテロ対策法で活動禁止としたパレスチナアクションを支持する抗議デモがあり、なんと522人もの人が逮捕されたのだ。ほとんどの逮捕は議会広場で行われ、デモ参加者たちは禁止された団体への支持を示すプラカードを掲げていたのだ。中には10代の若者や70代、80代の高齢者もいて、逮捕者の平均年齢は54歳だったのだ。逮捕された人のうち30人は以前にもパレスチナアクションのデモで捕まったことがある人たちだったのだ。パレスチナアクションは7月5日からテロ対策法に基づき活動を禁じられていて、この団体への所属や公での支持は最高で14年の懲役刑になる重い犯罪とされているのだ。この団体は6月に王立空軍基地に侵入して約700万ポンド、約13億円もの損害を与えたことも認めているのだ。英国の内務大臣は治安上の評価に基づいて活動禁止が必要だと主張しているけれど、国連の人権高等弁務官やアムネスティ・インターナショナルなどは、これは政府のやりすぎで市民の自由を脅かすものだと強く批判しているのだ。グリーンピース UK も警察がまるで総警察になったみたいだと心配しているのだ。実際に逮捕された人の中には元治安判事の81歳の方や聖職者、退職した校長先生などがいるのだ。彼らは国家権力の甚だしい乱用だと訴え、逮捕されても抗議を続けると話しているのだ。パレスチナアクションはこの活動禁止命令の取り消しを求めて英国の裁判所で争っているのだ。11月には審理が予定されていて、もし禁止が解除されれば逮捕された人たちは不当な拘束だったとして国を訴えることもできるかもしれないのだ。今回のデモはディフェンド・アワー・ジュリーズという団体が企画し、私はジェノサイドに反対する、私はパレスチナアクションを支持するというプラカードを掲げ、逮捕されることも厭わない姿勢を示したのだ。警察はデモが始まる前からこの団体を支持する人は逮捕すると警告していたのだ。ロンドンではガザ紛争をめぐる抗議デモが他にも続いていて、市民たちは様々な形で声を上げているのだ。今日はフィンランドの魅力と世界の様々なニュースをお届けしたのだ。フィンランドは犬にも優しく幸福度を追求する素敵な国なのだ。教育への寄付もその精神が現れているのだね。貿易や EU の課題、国際情勢など世界では本当にいろいろなことが起きているのだ。これからもずんだもんが地球の様子をしっかり見て皆に伝えていくのだ。
こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。